皆さんこんにちは、スノーと申します。今回は刺し子の活用ということで、こちらに並べておりますハンカチサイズの布巾についてのお話をしようかなと思っております。よろしくお願いいたします。私は YouTube では主に布巾の制作過程の動画を投稿しております。それは私が刺し子布巾を作っていて楽しいし、あとは自分がこういう布巾を作りたいっていうことをなんか目指してる、なんていうんですかね、記録を取っておきたいとか、なんかそんなことがあって制作過程の動画を投稿していますが、同時に作って楽しいのは当然なんですけれども、使って楽しみたいっていうのも同時に思っていますので、今回はその使って楽しむっていうことで刺し子の活用の話をしたいなと思っています。で、このような刺し子の活用編の動画は何個か投稿していまして、それなりに動画の本数も増えてきましたので、最近はなるべく再生リストの方を活用しようかなって思っております。で、ちょっと書いてきたんですけれども、刺し子の活用ということで、今までは4つもうすでに投稿していて、で、今回はこのハンカチ編ということで、今回はここの動画を撮っています。で、例えば台所用の布巾。これは、どちらかといえば、なんかこう2年くらい使っててこんな変化が出ましたっていう趣旨なんですけれども、それも、作ったものの活用でもあるので、この刺し子の活用の中に入れています。で、目隠し、包む、あとは猫様のお食事マットっていうことで、それぞれの、動画を投稿していますので、これらを、今回もこれをハンカチのことについて話した動画を投稿したら一緒の再生リストにまとめておきますので、過去の動画をもし見たいっていう方がいらっしゃいましたら、こういうリストを活用していただければと思います。はい。で、まずは布巾ハンカチサイズということで仕立てが変化してますので、その変化についてお話ししようかなと思います。こちらの上にある方が2年くらい前はこういう仕立てで作ってました。で、こっちの下はもう1、2ヶ月。もうメインは多分私こっち側になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。こういう感じで変化していて、どちらにもここがいい面と、ここがちょっとっていうことではないですけれども、ちょっとこう違いがあるっていうのをちょっとお話しさせていただきますと、一番何が違うっていうのは、裏にまずこっちから説明させていただきますと、裏に布がついてるっていうところが、決定的に違うんですよね。こっち、これはガーゼタイプになってますけど。で、なので、こっちは、この布がついてるがゆえに、いい点とすれば、サイズのバリエーションがこっちの方が幅広く作れます。このさらしとこっちの布のサイズを合わせて、で、最終的に仕立てれば、いろんなサイズ、バリエーションが広く作ることができますし、あとは刺し子をした時に裏を気にせず刺し子ができるっていうことですね。刺し子を2枚重ねて、まずは刺し子するんですけど、その時も一般的な布巾を作るんでしたらこういう風にはつかないので、裏も気にして表も裏も綺麗に出るようにっていう感じで、私はねこういう感じで見ながら刺し子してるんですけれども、こっちですともうとにかく表だけに集中することができるっていうのがいい点かなっていう風に思います。ただ一方でと同時に結局は仕立てをするので、この分の周りを縫う一手間がこっちにはかかるっていう違いがあります。で、一方でこっちは一般的な布巾と同じです。裏に布をつけていないので、表も裏も気にしながらっていうところはあって、ただこっちはその裏が布ついてないがゆえに仕立ての手間っていうのはこちらよりも
こちらの方が手間はかからずに作ることができる。ですので私なんかは最近はとにかく刺し子に集中したい感じで作っていますので、こういう仕立て方のものを使っているというか作っているですね。で、これの特徴としては、こことこの長さですね。この長さに関してはもう元々のさらしのサイズを利用している。ここが硬くなっている部分を利用しているので、特にここを何か折り返したりとかする必要はない。なのでその分手間が省けますね。ここは縫っています。だけどこっちは折り返しているだけですので、もう縫うとこはここだけ。でもこっちは4辺全部縫わなきゃいけないっていう違いがあります。ただ、という理由がゆえに、ここの幅は変えられないっていうことですね。だから、こっち側の長さを変えることによって、サイズをちょっと小さくして、なので、正方形ではなくて長方形になってます。こっちの方がちょっと大きいので、裏に布ついてないですけれども、折った感じとしては、ふかふか感はそんな変わらないんですよね。はい。どっちもふかふかした感じではありますね。はい。こういう感じで。なので、それぞれの、違いがあって、どちらが好みかっていうのは人それぞれなんじゃないかなっていうふうに思います。私は多分こっち側になって、ただだからこれってもともと裁縫が好きってもう日常的にやっていた人とか、あとミシンを使って、でもこれ必ずミシン必要とはないんですけどね、私全部これ手縫いでやってるんですけど、でも結局手縫いってことになるから周り縫うのがちょっと大変だっていうのはあったりするんですけど、全部手でやることも可能です。これは手でやっているので。ただそういう風にミシンとかを持っているとバリエーションは広がるんではないかな。いろんな小物類、これはハンカチですけれども、コースターとか、巾着も、ミシンがあるとより幅広く、できるんではないかなっていうふうに思っていて、きっとそれはもともと裁縫が好きとか、だんだん裁縫の方が好きになっていたってなると、刺し子と仕立てを活用することによってバリエーションは広がると。私はただとにかく刺し子が好きっていう人なので、こういう感じになってるんですよ。はい。そのあたりは人それぞれなんじゃないかなっていうふうに思います。で、サイズですね。具体的なサイズをちょっと測ってみましょうか。正方形と長方形っていうところで、それは違うんですけれども、具体的に測ってみますと、20センチ、20.5。だいたい 20×20 っていうところでしょうか。5ミリ程度の差はありますけど、20×20 で、だいたい正方形でこちらは作ってます。一方、こっちはですね、この横幅はさっきも言ったようにさらしの元々のサイズを利用しているので、ここはもうちょっと変えようがないっていうか、だいたい33センチで、この縦のラインをお好きにすると、で、私の場合はここは21センチですね。出来上がりのサイズ 33×21 っていう感じです。微妙にですね、これ一番最近完成したものなんですけれども、横幅はなので同じなんですけど、縦幅がちょっと長かった。1センチ長くしたりとか、あとは刺し子のする面積も微妙に変えていて、なのでちょっと余白が違うんですよね。こことここの余白の。これは、自分が刺しやすいサイズとか、使いやすいサイズ、どんな感じかなっていうのをちょっといろいろ試している段階なので、ちょっとこういう違いは出てますけど、ほとんど、パッと見は同じなんですけどね。はい。こういういろいろ試しながら私も刺している感じです。で、サイズがこんな感じで、あと模様ですね。模様は、これは変わり小目刺しが、もう多分、一目刺しはあんまり私は模様刺しの方が好きなのであんまり一目刺しを刺さないんですけど、その私もこの模様はすごい楽しくて気に入って刺すことができる
模様です。変わり込め刺しで、ただただ、糸の色を変えまして、刺しております。すごいなんか、そうですね。なんか楽しく刺せる模様なんですよね。で、こっちは、これがね、麻の葉のなんか限りなくちっちゃく頑張ったサイズですね。本当だったら、やっぱりこのサイズでしたら、一目刺しの麻の葉で刺した方がいいんじゃないかなって私は思うんですけど、難易度が高くて、まだ私も全然まだまだ挑戦したことのない模様が非常にたくさんありまして、今後挑戦したいなっていう模様の一つではあるんですけど、一目刺しの麻の葉ですね。でそれがまだできなかったので、特にこれ2年前とかなので、もう今もできないんですけど、今後、いずれ挑戦したいなとは思ってます。なのできっと本当だったら一目刺しの麻の葉の方がこれは合うんじゃないかなと。でもできないので模様刺しで頑張りましたっていうのと、これは単調にこうまっすぐにちょっと刺してみたいな、シンプルに刺したいなって思ったので、はい、刺しました。で、こっちが、これが本を参考にして、こちらの本のコースターの作り方が載ってるんですよね、これ。小物でコースターの作り方が載っていて、その中の一つの模様にこの模様があって、名前が、一目刺しのコースターの中に入っていて、ちょっと今本を、何ページだったかな。鼻刺しに十字っていう模様です。すいません、ちょっと時間。鼻刺しに十字っていう模様で、こちらの本に載ってありますので、もし気になる方は参考にしていただければと思います。はい。で、模様がそんな感じで、で、ここからは私はこんな感じに使ってますっていう話を、はい、後半はしていきますと、ハンカチなので、持ち運びもバッグの中に入れていたりとかするんですけど、その時に私はこれ無印良品のものです。正式名称は説明欄の方に、ちょっと今忘れてしまいましたので、説明欄の方に書いておきます。はい。これバッグインバッグで、この中にちょっと中身とか抜いてきたんですけれども、ハンカチとか小物類なんかを入れまして、その中に、なんかウェットティッシュとか、あと予備のマスクとか、はい。なんかそういうのを入れるものの一つの中にハンカチとかも入れると、ちょっとイメージするとこんな感じで、バッグインバッグの中に入れて、横から見るとサイズ感がこんな感じで、はい、こういう感じでそのままバッグの中に入れて、持ち運んだりして、はい、必要な時に使ったりしてます。結構、あれなんですよ。こんなんて言うんですかね。材質がしっかりしてて、そんなくたっとはへたれずにちゃんと自立する感じで、はい、立ってくれて、張りがあるようなバッグインバッグです。なので、持ち運ぶときはそんな感じで使っていて、で、このサイズなので、なんかコースター代わりになるといえばなるんですよね。このままなんかグラスに入れた飲み物とかをそのまま置くこと、直に置くの気になるときは、こういうのに置いたりするので、結構手元に何枚かこう、常にあったりしてます。はい、こういう風にピターっとなるので、置いたりとかしますし、あとおやつマット的に、もうちょっとこうやって広げて、飲み物例えばこっちに置いて、で、ちょっとしたおやつなんかをこっちに置いて、それをこう端っこの方に置いて、なんか手帳とか書いたりとかするときに、はい、おやつマット代わりにしたりして私は使ってます。あとは、時々パソコンを使うときとかもあって、例えばこういうマウスあるじゃないですか。こういうマウスとかをこうやってやっていて、なんかね、ここがね、こういうのがあると楽なんですよね。ここにこういうのがあって、
こういうのがあると、ね、だいぶ、ここがね、ちょっとね、そのままこうなってるのよりは、なんかこういうのがね、ちょっとクッションになるものがあって、使った方が結構楽だったりするので、こういうのに、なんか自分の、作った、ね、自分の好きな模様で、好きな刺し子糸で作ったものをこういうところにこうやって活用したりするといいんじゃないかなっていうふうに私は思ったりしていて、あとは、今は冬場なのでそんなないんですけど、夏場とかちょっと暑かったり汗ばんだりとか手がね、汗ばんだりとかしてしまったりするときに、ちょっとこう手帳とか、ね、書いたりするときになんかこういうのがね、こうちょっとあるとね、いいんですよね。なんかさらっとするので、こういうのがあるとさらっとするので、こう手帳とかこうノートにこう直に置きたくないときに、こういうのちょこっとね、やっぱサイズがちっちゃいので、そういうの使いやすいんですよね。これで、例えばこうやってこういう感じで書くときとかになんかこういうのがあるとさらっとしていいんですよね。で、このボールペンなんですけど、これ最近買ったばっかりなのでちょっと手元にあったので、これがわかる人は地域性が近いぞっていうなんでっていう人はちょっと地域性がちょっと違うっていうか、はい。もうピンとくる人はピンとくると思います。ちょっと最近買ってお気に入りなので、ちょっとこれを、はい、余談ですが、はい、こういう感じで私はノートを取るときとかに、特にね、夏場なんかは、こういうのを活用して使ったりしてます。はい、こういうのが私なりの、ハンカチサイズの布巾っていうか、ハンカチとして使ってるってことですね。このサイズだから、なんかそういうのにも使いやすいですっていう意味のことで何点か、はい、紹介いたしました。で、私はなんか、このサイズだからより一目差しが合うなっていうふうに思っていて、模様差しの方を好んで刺しているんですけれども、傾向としては。でもやっぱ模様差しですと、もちろん模様にもよりますけど、ある程度ちょっと広さがあった方が模様差しとしてはこう模様が見えてくるんですけど、一目差しですと面積が小さくてもやっぱこういうものとかだったらすぐね、やっぱり模様としていい感じに出てくれるんですよね。だから本当はさっきこれでも言いましたけど、これなんかは典型的で、模様差しよりもやっぱり一目差しで刺した方がね、麻の葉なんかは良かったりとかするので、やっぱこういう面積が小さいものとかは一目差しがより結構合うかなっていうふうに思って、私はちょっとこれを頑張って刺したんですけど、最後に余談的な話になるんですけど、別にこのハンカチサイズだからとかではないんですけど、私こう一目差しはやっぱこのサイズでよく作るので、より一目差しだから思うんですけど、なんかね、刺してるとというか、刺し子って何っていうことを考えたときに、本来であれば布の補強とか、補修とか、そういう話になったりとかするんだけれども、例えば私が今刺し子のことを全然わからなくて説明聞いた時って、多分その説明を聞いただけではピンとこないんじゃないかなって思うんですよね。どっちかといえば刺繍とか、手芸の一つっていう意味での説明の方がわかりやすいといえばわかりやすいのかなっていうふうに想像すると思ったりとかするんだけれども、こういうのを手に実際取ってみると、すごいその補強っていう意味合いがよくわかるなって思うんですよね。例えば、これまだ何も刺し子してないまっさらなさらしなんですけど、これをこういう感じで触るのと、こっちを触るのでは明らかに張り感が違うんですよね。だから口で補強と言ってもなかなかピンとこない人にとってはきっとね、実際こういうのを触ってみると、なるほどねっていう、このね、強くなる感じっていうのがより一目差しだから、別にこれハンカチだからってことではないんですけど、今ちょっとふと、なんか、一目差しの布巾を手に取ってるので、なんかそういうことをちょっと頭をよぎったりとかするんですよね。なんかこう、刺し子って何って思った時のイメージって、その人によって違うなっていうふうに思ってて、
だからなんか説明とかどうすれば伝わりやすいかなとか思ったりとかして、なんかその刺し子って聞いた時のイメージが違うっていう話で私よく思い出すのが、私にはちょっと年の離れた妹がいて、でうちの母がいて、で妹はたまたま刺し子を知らなかったんですよね。でもう何年も前の話なんですけど、で刺し子って何って妹がふと言った時に、うちの母がした説明が、ほら膝とかに穴開いた時に縫うでしょっていう説明だったんですよ。うちの母のその一番最初にこうポンって出てきたその説明がね。それを聞いた時に、母の中の刺し子の風景ってそういうことなんだっていうのが、すごいなんかたまたまの会話で、ほんのちょっとした会話なんですけど、すごいそれがね、見えてる景色っていうところが、やっぱり人によって違うんだな。だからこれは年代、あと社会背景、そこら辺が絡んでくるので、みんながそうとは全然言い切れない話なんですけれども、私からすれば、私どうしてもこう環境っていうのは、その環境で育ったっていうところがあるので、もともとずっと刺し子を見てきた人では残念ながらというかたまたまないので、やっぱり手芸屋さんに行った時に、特にホビーレさんなんかで行くと、なんか模様がすごい華やかで、たくさんのものが並んでるみたいな、なんかそういう景色になっちゃうんですよね。その入り口が。どうしても。で、そうなった時に、やっぱりピンとくるのは、そういうなんか刺繍的な意味合いの方がピンとくるのかなって。だから、母の説明が、やっぱ違うんだなって思った。その、母にとっては、直すこと、そして、補強することっていうことの意味合いが、まず最初に来るんだなっていうことは思ったっていうのがちょっとふと思い出すエピソードとして。だから、きっとね、こういうのを、なんか刺し子してる人はもう当たり前なんですよ。だってこうやって何もないっていうか刺してない晒しをから始まってだんだん刺していくと張り感が出てくるんですよ。それはね、刺し子する人はわかるじゃないですか。わかるから、補強っていう意味合いが刺していればすごいわかるっていうのがあるんですけど、みんな刺し子を最初から、だってその時代によって必要な時代と今の時代ってやっぱりどうしても違ったりとかするので、そうするとちょっと入り口の見える景色っていうのはやっぱり人それぞれ違うんだなと思って、多分そういうところが布巾として刺し子の布巾を使うのがもったいないっていうこの感覚とやっぱりリンクしてんじゃないかなって思っているんですよね。入り口がやっぱ違うから、私なんかはもう何十枚ももうこれあるから、多少なんか引っ張ってもガシガシしたとしても、いやだってそれ刺し子だもんっていうことなんですよ。なんで、もう強いもんっていうのが分かった上での、別に洗うときにガシガシっていうか、多少手でね、ガーってやっても、そんな気にしないっていうか、だって刺し子だもんっていうことじゃないですか。でもそうじゃない人にとって、これを手に取ってガーってやるっていうのは、こんなに一生懸命縫ったのにみたいなことになるんじゃないかなって。だからそれはやっぱり入り口の景色が違う。補強として補修としての景色を見ていたか、私は後付けですけどね。そういうのが刺し子することによって分かっていったタイプです。私は最初からは分からなかった。だから変化していった私は人だけれども、最初からみんなこういうのを手に取ってるわけではないから、そういう人にとってはやっぱ使うのがもったいないっていう感じの感覚が違ってても当然だろうなっていうのは思って。いや、なんかちょっと話が全然膨らんでそれてしまったんですけれども、なんか刺し子って何って言った時の布の補強っていうこの説明が、なんかこういうのを触るとわかるよなーっていうのをちょっとふと思ったので、最後に余談的に、そういうお話もいたしました。はい。ということで、今回の動画は以上となります。もしよろしければ、チャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にしていく励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。